こんにちは、ハルトです。9ナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。原不倫、文春新書1960は、脳科学者チェチュオガ神事が不倫というテーマを脳科学・心理学の観点から多面的に掘り下げた一冊です。本書では単なる道徳論や論理観ではなく、人間の本能や生物としての欲求、社会的な構造の中でなぜ不倫が繰り返されるのかを科学的に分析します。不倫はスキャンダルとして消費されることが多いですが、そこにある複雑な人間心理や動機について考えることは他人識ではなく、自分自身や周囲の人間関係をより深く理解する手がかりになるでしょう。七模式はこれまでの脳科学的知見を生かし、愛情や配偶者への誠実とは何だったのか、人や荒切りといった衝動の動き、文化や社会の影響まで多層的に不倫という現象を解き明かしていきます。読者は単純な善悪の二元論を超えて、人間にとっての愛やパートナーシップ、結婚の意味について再考する重要なヒントを得ることができます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、不倫の脳科学的メカニズム、不倫がなぜ生じるのかを脳科学の視点から解説しています。脳にはドーパミン報酬性という快楽や興奮をもたらすメカニズムがあり、新規性や刺激に触れることで脳が活性化します。不倫は日常から逸脱した経験であり、新しい刺激や秘密の共有によってこの報酬系が強く刺激され、強い快感を感じやすくなります。さらに、男女で不倫の動機や感じ方に害があることも脳の構造やホルモン分泌の違いから説明されます。男性は遺伝子の拡散という本能的衝動に突き動かされやすく、女性はより良いパートナーや生活への向上を本能的に求める傾向が強いとされています。なぜいけないと分かっていながら惹かれてしまうのかという命題に脳科学的根拠からアプローチしています。次に、ヒュッとや荒切りの感情とその動き、不倫にはキュキとや荒切り、怒りといった強烈な衝動が伴います。本書では、これらのネガティブな感情が人間の進化や社会維持にどのような役割を果たしてきたのかを解説します。キとは、社会的なパートナーシップの維持や配偶者の逸脱を防ぐ抑止力として動きますが、過剰になると心理的、物理的な葛藤やトラブルを生むリスクも運んでいます。不倫が社会的に糾別されてきた理由には、家族やコミュニティの秩序を守るための共同体の本能が深く関与していることも明らかになります。また、裏切りを受けた側の心にどのような差が残るのか、修復や再構築の可能性についても触れられています。さらに、道徳と倫理観の揺らぎ、社会によって不倫に対する観念や血扱いは時代や文化によって大きく異なります。本書では西洋、東洋を含めたパートナーシップや一夫一夫史、タウフトタキ氏の歴史的変遷、現在の日本社会における規範意識を丁寧に比較分析しています。現代社会では個人の自由や幸福追求が重視される一方で、家族制度や論理観の変化に対応できず表面化しやすい問題となっています。不倫を絶対的悪とせず、多様な人間観や価値観が存在することを受け入れる重要性について提起しています。そして、結婚・家族の意味とその変遷、不倫問題を考える上で、結婚や家族が本来持っていた社会徳、遺作にありや価値観の変遷を理解することは不可欠です。かつては、家チェドや財産相積、子孫繁栄を肝な目的としていた結婚が、現代では愛や個人の幸せに必中が厭っています。そのため、パートナー間の価値観ギャップや期待と現実のズレが不倫の温床となるケースが増加しています。家族の在り方が多様化する中で、一人一人が納得できる生きたパートナーシップを選択できる社会の重要性について論じます。最後に、社会的な実現と自己責任。不倫は私的な問題でありながら、時に大きな社会的非難を浴びせられます。本書では SNS やメディアによる炎上、現象や
スキャンダル消費といった現代特有の社会現象についても考察しています。さらに、人はなぜ他人の不倫にこれほど強い関心を抱くのか、集団心理や自己防衛本能の視点から読み解きます。不倫した側、された側、第三者の立場からそれぞれの心理や課題を分析し、自己責任論だけでは片付けられない複雑さを示しています。結論として、不倫、文春新書1990は、不倫に対する漠然とした批判や迷信、固定観念を捨て取り、科学的、社会的な根拠から多角的に問題を掘り下げた一語さです。不倫というと、スキャンダラスな話題や道徳的な習慣が先行しがちですが、本書を読むことで、その背後にある脳の動き、人間の本能、社会的構造の複雑さを理解することができます。不倫経験者だけでなく、現在パートナーと付き合っている人、結婚に悩む人、家族関係に課題を感じている人など、あらゆる立場の方におすすめです。また、人間関係を厳格にしたい、心の後動きに敏感になりたいと考えるすべての現代人にもヒントになるでしょう。自分や他人の行動の力にある本当の理由を知ることで、人に優しくなれる、あるいは口の感情に振り回されず冷静な判断ができるようになる可能性が高まります。同じようなテーマを謳った本は多いものの、ニコモ新時世の確かなエビデンスと分析力、分かりやすい語り口により、他の本よりも納得感と事件的価値が高いのが特徴です。内省を深めたい人、社会や人間について新たな視点を持ちたい人、脳科学や心理学に興味のある方は、この本を手に取ることで確かな知識と人生の指針を得ることができるでしょう。ご支援いただける場合は、チュアマシュスコ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。